デザイナー越野純子。この場所から始まった。19歳でデザイナーの登竜門総演賞を受賞。若さって何なんだろうってなった時、やっぱりある意味で挑戦っていうか、今やっぱり自分が思うことが実現できることが一番いい若さですよね。越野純子を世界の舞台へ押し上げたのが万博。万博の魅力、それは1970年大阪万博。アジア初の国際博覧会は6400万人以上が来場し、大阪に経済成長をもたらしました。当時出展していた美容室向けの製品を手掛けるタカラベルモント。未来的な建築物とともにその斬新さが話題になったのがパビリオンのユニフォーム。女性へパンツスタイルを提案するなど挑戦的なデザインで話題を呼びました。手がけたのがデザイナーの越野純子さん。この時合わせて3つのユニフォームをデザイン。万博が世界進出の足がかりになりました。大阪・関西万博開幕4ヶ月前。本当に美の世界をですね、シンプルに。越野さんが打ち合わせをしていたのはタカラベルモントの担当者でした。その背景がすごく、しっかりしてるので、人が入るとうずもれちゃうって。そうですね、そうかもしれないですね。人の存在が弱いっていう思うんですか。溶け込んでしまって、だから人が生き生きするような、もうちょっと引き算をした方がいいかな。そうですね。タカラベルモントは今回の万博ユニフォームのデザインも越野さんに依頼しました。半世紀の時を経て2回目となる万博ユニフォームのデザインです。もう一回またやるんだっていうね、これの幸せは私はもう本当感銘しております。やっぱりその変化っていうものがやっぱ見えなきゃ意味ないと思うんですね。繰り返しではダメだと思います。で、未来は見えないんですけども、万博は見えるようにしなきゃいけないんで、だからそこが経験があるばっかりに尾を引っ張らないようにと思いますね。明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いいたします。この日はユニフォームのデザインを詰める作業です。ブースのテーマは真の美とは何か。イメージをすり合わせていきます。ちょっと今日チェックしてきたんです。デジタル的に動くっていう感じで、こんなロボットみたいではないけども、服がなんかちょっとこう、それいいと思います。なんかこうエレガントでふにゃっていうんじゃなくて、割にこうカパカパしてる方がアクションしてるっていう感じの。帽子をかぶんないと、これ見てても、なんかリアルなんですよ、自分の部屋だと。だから帽子をかぶる、で筆ペンで描き始める越野さん。このようななんかこうちょっと立体感のある帽子かぶって、デッサンは髪型や帽子から描き始めるそうです。
誰でも切れるっていうと、ピタッとしたものだと切れないんで、ここからちょっと上に羽織るもの、これね、これ裏表使えるんですよね。白とこの光とこれを一見色、これで一見色ね。これもちょっと使ってるでしょ、ほら。本当だ。しかも真っ白じゃないね。繊細。生地に合わせて色をのせていきます。今回はやっぱりこれまでに何度もデッサンを重ねてきました。こういう方が、こんなの似合う男性を選んでもらって先生、でも私やっぱりこれ着たいです。ね、やっぱ結果的に書いた結果ね、これかなと思って、いいと。いいですか？かっこいい。なんか一気に決まっちゃった。よかった。さまざまな色が交差して美の多様化を表現するブース。そのイメージに調和するような幾何学的なデザインです。飛んでていいんですよね。こんな実験的な、場面にいて、将来過去に振り返ると良かったなと思ってくれればいいと。この体験ができたってこと。だから普通の服じゃ面白くないです。万博開幕1月前、ユニフォームのお披露目はファッションショー形式で行われました。おはようございます。はい、ありがとうございます。あなたぐらいがいいと思う。ちょっとみんなに見せてあげて。これ。なんかタイミングというか、では決めなくていつやればいい。真正面見てて。もう上がって。あ、そうそう。みんなマニキュアしてるでしょ。マニキュア見せた方がいい。及川さんから。モデルのメイクからショーの演出まで自らの目で最終確認。衣装だけでなく見せ方や世界観もデザインするのが越野さんのスタイルです。国際女性デー、大阪ウーマントークプロジェクト、大阪・関西万博。皆様いかがでしょうか。光り輝く未来というイメージでシルバーを使いました。でこう幾何学的なものは、このイメージのやはり一つの一体化するために、でそこでこちら光はないんですけれども、こういった光る、人が動くことによって光が違うわけですから、そういう楽しいというただ真面目に見せるんじゃなくて楽しむという意味で本当に光をデザインしたんですね。ありがとうございます。眩しいですね。前回の万博は挑戦、今回は実験と位置づけました。その思いがユニフォームに込められています。やっぱり未来ってつかみどころがなくていいんですよ。形にならないというイメージっていうのはどんどん膨らんでいくので、固定観念はダメだと思うんですね。4月13日、大阪・関西万博開幕。タカラベルモントのブース。
ユニフォームは存在感がありながらも空間に溶け込んでいます。越野さんが真っ先にブースへ駆けつけました。理屈よりも見せる、感じる、それで未来につながる、そういう意味でこれを見るとなんか前向きに、前は明るい、ね、これから何しようっていうの未来がいっぱいあるんですよ。そういう意味でやっぱりこう形があるんですけれど、永遠に何か美を追求するっていうか。5月、万博会場で最大のイベントホール。すごいな、たくさん来ていただいてありがとうございます。この日は越野さんが長年関わってきたものが万博で披露されます。どうやったか的なの、聞いてはくるわ。和太鼓を聞くというよりも和太鼓を見て聞くという、本当に全身で感じてください。披露されたのは和太鼓とパフォーマンスを組み合わせた演奏集団ドラムタオの演舞。タオの衣装は越野さんが14年前からプロデュースしています。30年以上の歴史があるタオがこの衣装をきっかけに飛躍を遂げました。鉢巻きしてはっぴしてっていうところから、もうこれだけなんて言いますかね、前衛的というよりも圧倒的なクリエーションですか。でそれに見合う、パフォーマンスや演奏を磨いていこうということで、もうタオの内容がどんどん変わっていって、もう受けが全然違うんですね。特に若い方のお客さんがめちゃめちゃ増えました。はい。全世界を舞台に来場者は累計1000万人を超えました。着る服で人が変わる。万博での晴れ舞台を見ながら成長をかみしめているようでした。もうみんながなんかスイッチが入るって言うんですよ、私の衣装を着ると。万博の背景にふさわしいっていうふうに今日はちょっと久々感動しました。私も長年付き合ってますけど、本当もっと外国の人いっぱい見てもらいたいです。やっぱり大きなね、日本のね文化のメッセージだと思います。万博が盛り上がる中、大阪岸和田にはだんじりの季節がやってきました。9月、越野さんの地元岸和田では1年で最も町が盛り上がるだんじり祭りが行われていました。越野さんもだんじりに合わせて毎年地元に帰ってきます。ありがとうございます。いっぱい来ました。綺麗なことはないけどね。純子さんのハッピー姿めっちゃかっこええねんで。私すごいブカブカ。すごいブカブカ。同じサイズですよ。ね、そうですね。あ、これ、これぐらいなのみんな。みんな今短いです。あ、短いの流行なん。純子さんも大阪弁やだんじりモードになってきたで。越野三姉妹もだんじり祭りで勢ぞろいです。はい、揃いました。よろしくお願いします。はい、どうぞ。祭りがあるのはもう最高ですね。もうやっぱこれ自動的に来ますから。で来れない時はもう悲しくて。来れないっていうことはめったにないんだけど。私あったのよ昔。そうね。パリで
日向こうでもあってもうしょうがない電話で聞かせて太鼓の音聞かせてもう涙出てくるの。高校2年生までだんじりを弾いた越野さん。デザイナーとしての根源はここにあるそうです。やっぱりそれが根についてますよね、体にね。例えば私がショーをやる人も何してもだんじりの勢いっていうの常にあるんですよ、中に。だんじり魂は東京に住む今も変わりません。三姉妹の話題は開催中の万博に。なんかイタリアが面白かったかな。アート、本物のアート、本物見れるっていうのはね。あちらのそのパビリオンの館長がもう少ないんですよ。だからもうなんかね、まるでこう親戚の人がやってるみたいで気持ちが入り込んでますよね。よく持ってきたねとかね、細かくでその家族でやってるの。そう、もう娘息子みんなと手伝って集まってくるお客様のなんかこう賑わいっていうのが前と全然違うのは、もちろんインバウンドの方も多いんですけれど、やっぱりすごい活気がありますね。で私もともと万博を誘致する時もいいんですよ。だから大阪に2回の万博できたってことはね、大阪の人もっと喜んでもらいたいと。そうです、それでインバウンドでこれだけの人が来てるわけでしょ。もう柴田のだんじりは当たり前ですけど、もう二度とね万博ないかもしれない。やっぱりこれを見るのと見るのは全然違うし、子どもたちがまず見せた方がいいですね。万博閉幕日。越野さんは会場内を巡っていました。やってきたのはアメリカパビリオン。目的は感謝と書かれたスタッフ T シャツです。この文字は越野さんが書きました。万博期間中、越野さんがアメリカパビリオンを訪問したことをきっかけで実現。感謝の気持ちを形にしたこの T シャツを最後に見に来ました。世界がこんな身近に目の前に普通にあるってことでしょ。これ麻痺しちゃってなんか感謝がないみたいだけど、これが当たり前の現代なんですよね。一つの街を作ってると思う。こういうことができる日本っていうのは本当に平和だと思います。で特に大阪はこうやってオープンでこういうふうに積極的に2度の万博をやるということはすごく文化っていうか、未来に対してすごく大きな保証だと思います。2度目の万博は私たちに何を残したのでしょうか。大阪・関西万博閉幕から4ヶ月、和歌山の美術館に越野さんの姿が。万博のレガシーをテーマにした展示イベントにやってきました。はい、1989年あってるね、あってるね。でその時にエッフェル塔こそにね、で第5回目はグランパレがグランパレ立ってる。だからそれでちゃんと象徴的なもの残してるからいいんですよ。日本は何も残ってないもんね。太陽の塔ぐらいで。だから今回の万博も何を残ったかって。そうですね。はい。何を残したの、やっぱパリがねすごくいい絵を見せてるから。70年万博で宝ベルモントのパビリオンを設計した世界的建築家黒川紀章さんの展示。前回の万博で越野さんにユニフォームのデザインを頼んだのはその黒川さんでした。
トークショーでは70年万博当時の話や今回の万博について語りました。黒川紀章さんから、越野純子さんちょっとはいやってもらいたいんだよという、お願いをされたわけだと思うんですけども、はい最初にお聞きになって越野先生どう思われました？いや万博自体がよくわからないんで、とにかく、建築は自分がやる。でこういう具合なんだけれど、そっからがわからないって言うんですよ。早くやっぱもうコンパニオン自体がわからないって。なんかこう制服をデザインするときに大事にされていることとか。まず着やすいっていうことと、着せられるんじゃなくて着たいっていう、嫌だけど着せられるわって、こうならないためには自分も私も着たいわ、みんなが着たいわっていうのをまず第一ですね。万博を2度経験した越野さんだからこその思いも。で2度の万博をね経験してる人ってそんなにいないんですよ。それが私使命感かなと思います。1回だけ偶然にじゃなくてね、やっぱそれが私が手を挙げてやったわけではなくてね、これが使命感だなと思うし、やっぱ次につなげる意味もあるかなと思うんですね。大阪府豊中市の小学校。ピカピカ。お兄ちゃんとそのデザイナーさんの名前が入ってるんです。越野さんがデザインした万博ユニフォームに袖を通します。万博の記憶を伝え続けるために、宝ベルモントは全国50の小学校に寄贈します。バッチリ。涼しめでいい感じです。万博の経験を未来につなげる。ユニフォームもその役割を担います。こんな帽子絶対売ってない普通のそのユニクロとか GU とかでもこんな生地の服売ってないし、なんか、特別な感じがする。もっとみんなが万博とかその国際的なものに興味持てると思うから、その面でもやっぱり嬉しいし、学ぶことも楽しい。バリ喋るやん大阪・関西万博が閉幕して半年、越野さんが感じた万博が持つ力とは何だったのでしょうか。実験場だし、未来に対してなんかこう前向きにこう携わったような気がしますね。未来って見えないけど、なんかこう将来何かやることによって面白いでしょうっていう夢ですよね。夢を見せるっていう感じするんですよね。何が育つか、人が育つんだと思います。関わった人たちが。小学生の時に見た万博が20年後関係したとかね、見るっていうことは次の未来にも必ず職業的にもなんとなくつながって影響してるんですね。だからそういう意味で子どもたちが今後どんなふうにその表現というか育っていくのか面白いと思います。決してこれで終わりじゃなくて、何かしら今後にこう影響していくはずなんですね。今回の万博で越野さんが描いた未来は、自分の実績の中に第一歩70年万博やったっていうところから始まってますからね。で2度やりましたとかね、とにかく万博ってこう大きなけじめみたいなポンポンと他の国にはない経験じゃないですか。あまり世界が怖くないっていうのかしら、当たり前で身近に見れたっていうのが、世界は狭いというか遠くて見えないんじゃなくて、なんか身近に感じたことは確かですよね。私も今後、ある国ですけども、そこに行ってショーをやろうかとかね、ちょっとそういうことを今考えてて、あれ万博がなければ思わないですね。
でここで出会ったことがすごく始まりだと思うんですね。人を育み世界とつながることができた大阪・関西万博。ここからどんな未来を紡ぐのでしょうか。次の半世紀に